こんにちは、ゆらここです。今回はパート1、パート2で縫い上げたキルトトップにキルティングをしてキルトに仕立てる方法のご紹介です。そこそこ大きいキルトなので、家庭用のミシンで縫うときにどういうふうに縫っているかをお伝えできればと思います。まず、キルトトップ全体に表からアイロンをかけます。裏側の縫い代は固まったりしているところだけがないかざーっと見ます。多少ねじれていてもアイロンで落ち着いていればそれで大丈夫です。周りの余分な三角形の部分を切り揃えます。縫い代分としてグリーンのピースの角のところから 1.5 センチ外側を切っていきます。少し多めに縫い代を残しておきます。キルトトップの角の部分が直角になっていることを確認しておきます。ここで歪んでいるとボーダー布がうまくつきません。最後に縫い上がりのキルトトップの実寸を確認しておきます。今回ボーダーはこのような構成でつけようと思っています。ボーダーの縫い上がり幅は10センチです。周りにつけるボーダー布はこの実寸に合わせて裁断します。押さえをキルティング押さえに交換します。これはキルトトップの周りの白い三角形の血の目がバイアスのため、縫う時に伸ばさないようにするためです。ボーダー布を長い辺の方からつけていきます。キルトトップをボーダーの上に中表に重ねて、キルトトップ側から縫っていきます。キルトトップの周りのカット線にボーダーの縁を合わせて、縫い代 1.5 センチで縫っていきます。この時、グリーンのピースの角の上を通るようにステッチをかけます。キルトトップが上なので、出来上がり線を確認しながらステッチをかけることができます。バイアス地をなるべく伸ばさないようにしてボーダーと縫い合わせていきます。グリーンのピースの角の上を通るようにステッチをかけておくと、表から見たとき角がしっかり立って綺麗です。ボーダーが4本つきました。次はキルティングです。今回肌当たりがいいように裏地にピンクの変わり織りのガーゼを使いました。裏布、キルト芯、キルトトップの順に重ねます。シワやたるみがないように全体をしっかりならしておきます。
全体を流したら、しつけの代わりに安全ピンを留めていきます。ここでは縫い目の上のキルティングを想定していたため、途中で邪魔にならないようにピースの真ん中をピンで留めていきます。今回は斜めの縫い目状に2ブロックおきに格子状にキルティングをしていくつもりです。縫い目線にステッチがかけられるようにキルトの両側をぐるぐると巻き込んでおきます。ミシンの送りに大きな負荷がかからないように両手でキルトの巻いた部分を支えてキルティングをしていきます。一番最後のところまで縫ったら、キルトをミシンから外すのではなく、一旦糸を切ってもう一度縫い始めに戻ります。2列右に移動したら、そこからまた同じようにキルティングをします。これの繰り返しです。キルティングをする方向が変わるときには、キルトをミシンから取り出して、同じように両側を折り込んで、同じように縫います。最後に周囲に1周ステッチをかけたら、キルティングの出来上がりです。キルトトップの周囲から10センチ分だけ残して、キルト芯と裏布を一緒に切り落とします。
裏から見たところです。周囲に3.5センチ分大きくボーダー布が残っています。これを使って周囲の始末をします。キルトの角の部分は額縁始末としました。手でかがってもいいのですが、私はミシンで押さえました。角の浮いた部分は最後に手でまつって留めました。